皆さんこんにちは。日本語ジャムの綾乃です。今日も聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している中級者から上級者の皆さんに向けて自然な日本語でお話ししています。ぜひリスニングやシャドーイングの練習に使ってください。はい、今ですね、日本は気温が24度くらいになってきて本当に暖かいです。過ごしやすくなってきてとても嬉しいんですけど、それに伴って花粉症も私の場合は結構ひどくなっているので、今鼻声で少し聞きづらいかもしれないんですが、最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。さて、本日のテーマですが、新学期について話したいと思います。日本では春に新しい学年、新しい年が始まります。つまり4月がスタートの月なんです。今日は日本の新学期や、新生活について文化や生活、学校の様子などを紹介していきます。日本では学校の1年は4月から3月までです。なので4月になると新しい学年がスタートします。これは小学校から大学までほとんど同じです。あとは語学学校や専門学校も4月に始まるところが多いです。SNS などを見ていると、日本語学校を卒業しましたと写真を上げている外国人の方もいたので、日本語学校も4月からのところが多いかなと思います。なのでやはり4月とか春イコール始まりの季節というイメージが強いです。そして新しい学校に入ると入学式というセレモニーがあります。入学というのは学校に入るという意味です。なので学生にとってはとても大事なイベントです。社会人の場合は入社式があります。これは会社の社に入るという漢字を使うので、会社に入るセレモニーということですね。みんな制服やスーツを着て校長先生や先生、もしくは同僚からお祝いの言葉をもらいます。そしてこれからの学校生活だったり、会社についての説明を聞いたり、クラスメートと初めて会ったり、同僚と初めて会ってお話をするということが多いです。ちょうど4月には桜が咲くので、桜の木の下で写真を撮ったりする人が多いです。なので桜の木が咲いていると当時の気持ちを思い出したり懐かしいなと思うこともあります。あと小学生、中学生、高校生の場合だとクラス替えというものもあります。入学式は新しく学校に入った学生だけなんですね。1年生だけということです。2年生からはクラス替えというのがあってクラスを変えるということなのでクラスメートが全く違うメンバーになります。新学期になって初めて学校に行く日にクラス替えの名前の表みたいのが貼られるんですね。それを見て新しいクラスに行きます。なので春休みの間はまたあの友達と同じクラスになれるかなとか、新しい友達できるかなとか、仲良くできるかなとみんなドキドキワクワクしています。そして担任の先生も変わるので発表まで本当に緊張しますね。私は割と誰とでも仲良くできるタイプだったんですけど、それでもやっぱりとても仲がいい友達とクラスが離れてしまった時とか、どうしても苦手な男の子がいる時とかはとてもショックというか悲しい気持ちになったことはありますね。そして新しいクラスではまず最初に自己紹介をすることが多いです。みんな一人ずつ立って自分の名前と部活とか趣味を言ったりするんですけど、あの時間は本当に緊張しますよね。そして小学校、中学校などではその後教科書が配られたり、時間割が配られたりします。時間割っていうのは何曜日にどの授業があるかっていうのが書かれたスケジュールのことです。1日の最初の授業を1時間目、2番目の授業を2時間目
というふうに言います。確か学校では9時半から3時半ぐらいまで勉強していたかなと思います。1日5時間目か6時間目まであるスケジュールだったなと思います。それで思い返すと、新しい教科書をもらったりとか、新しいクラスメートに会ったりしてワクワクする気持ちもあるものの、今までの環境と変わるので、やっぱり不安な気持ちもあったなと思いますね。ワクワクもするけどドキドキ、そわそわする感じ。そわそわっていうのはちょっと落ち着かなくて大丈夫かな、平気かなっていう気持ちです。学生の時は新学期が始まるタイミングは結構心配性なのでドキドキしていることが多かったなって思いますね。皆さんはどうですか？新しい環境とかは楽しめるタイプですか？それとも結構不安になるタイプですか？ぜひコメントで教えてください。そんな感じで学校の時は4月は新しい学期、新しいセメスターが始まるので本当にガラッと環境が変わります。もしこれから日本の学校に来る人がいたら第一印象は大事かなと思うので、はじめましてとかよろしくお願いしますと挨拶するときは笑顔を忘れずに言ってみてください。最初の印象がいいとそれだけで関係がぐっと近づくかなと思います。そして社会人の場合も4月から新しい年度が始まる会社が多くあります。特に大学を卒業してそのまま会社に入社をする人は4月に入社をする場合が一般的です。海外だとギャップイヤーとかある程度旅行や少しお休みを取ってから会社に入社するという人も多いのかなと思うんですけど、皆さんの国ではどうでしょうか？やはり新しい学期や新しい年度は頑張ろうという気持ちになれる季節ですよね。桜が咲いて暖かくなって新しいことを始めるのにぴったりな月だなと思っています。皆さんももしこのタイミングで新しいことにチャレンジしたいなとかがあれば、ぜひ一緒に頑張りましょう。特にね、日本語の勉強など一緒に頑張ってもらえたら嬉しいです。私は今年日本語教師として働き始めたんですけれども、今年度はさらにパワーアップして皆さんにもっといいコンテンツやポッドキャストを作れたらいいなと思っています。ただまだ機材とか編集なども苦手な部分はあるので、皆さんにぜひ応援してもらえたら嬉しいなと思っています。日本語を勉強している友達などがいたら、ぜひこのチャンネルやポッドキャスト、インスタグラムなどを紹介してもらえると嬉しいです。そしてあと私が今年チャレンジしたいことは書道ですね。昨年師範という書道を教える資格を取ったんですけれども、まだ仕事として活躍はできていないんですね。なのでもっともっと練習をしていい作品を作って、日本の文化である書道を少しでも世界や、日本の中でも広められたらいいなと思っています。ちょっとまだどうやって広めたいかっていうのを考えている途中なんですけど、何かいいアイデアというか、もしアドバイスがあれば皆さんからもコメントいただけたら嬉しいです。あとは今年こそは海外に行きたいと思っています。実は5月にシンガポールとタイに行く予定です。本当は社会人になってからもっとたくさんの国に行きたかったんですけど、コロナもあってなかなか行けなかったんですね。なので今年はコロナももう落ち着いているし、私もリモートワークができる仕事なので、海外にもっと行きたいなと思っています。シンガポールやタイのおすすめスポットがあったらぜひコメントで教えてください。では本日のエピソードはここまでにしたいと思います。もしトピックのリクエストなどあったらコメントで教えてください。またインスタグラムやスレッズでは毎日日常生活で使える単語やフレーズを投稿しています。ぜひそちらもフォローをお願いいたします。それでは次回のエピソードでまたお会いしましょう。日本語ジャムのあやのでした。バイバイ。またね。